ディスプレイオーディオ気になるけど、毎回スマホと接続するのが面倒。格安 SIM 使ってるからデータ不足になるかもって思ってる方多いですよね。でもこれを使えばデータ節約できて、毎回テザリング設定する必要ゼロ。まさかのスマホなしで取り付け後すぐに使える本体に通信機能を搭載した新型のディスプレイオーディオが日本のメーカーケイオーエンジニアリングから新たに出ましたので、実際に使ってレビューします。ということで今回レビューするのがこちら、ケイオーエンジニアリングから新たに出たポータブル9インチ画面のディスプレイオーディオですね。車のカーナビを取り付ける DIN にはめ込んで使うタイプでなくて、ダッシュボードなどにそのまま置いて使うタイプ。そのため難しい取り付け作業や配線作業などが一切不要で、1分もあれば取り付けできます。早速中身を開封すると、取り付け説明書、置くだけなのでそこまで難しいものではないです。そして保証書、買ってから1年の保証付き。その他には付属品が入ってて、これが車についてるバックカメラと接続する用のケーブルになってますね。この赤い線をバックランプのケーブルにつなげてあげれば、ギアをリバースにした時にモニターに後ろの映像を表示することができます。そしてこれがモニターの土台、両面テープが貼ってあって、土台自体は少し柔らかくダッシュボードの形に沿って取り付けができるようになってて、これがシガーソケットから電源を取るかなり長い電源ケーブル。あとは取り付けた本体がもし急に剥がれた場合に落ちないようにするケーブルが入ってます。そしてこれがディスプレイオーディオ本体。画面が9インチと少し前のカーナビより圧倒的に大きいですね。前に使ってたカーナビが7インチだったので、それよりも大きいサイズ。背面にはスタンドを取り付ける穴があって、本体上側に電源ボタン、横には USB-C とマイクロ SD スロットなどがあります。それでは早速車に取り付けます。まずは本体とスタンドを取り付けて、画面の保護フィルムも同時についてくるので、必要なら貼ります。スマホと同じ感じで気泡が入らないように貼っていくだけ。それができたら、あとは車に乗って取り付けは簡単で、台座の裏に両面テープが貼ってあるので、それを剥がしてダッシュボードに貼り付けます。取り付けの時の注意点として、日本の道路交通法によりフロントガラスへの視界を妨げない位置に取り付けるように言われているので、説明書見ながらベストな位置に貼り付けてください。それができたら、シガーソケットに電源ケーブルを挿して USB-C を本体に接続。あとは配線を見えないように隙間に入れ込んで、サイドピラーを外すと下側が空洞になってて、足元まで持っていきます。大体の車はそこ空洞になってるので、そこにケーブルを通してあげれば配線を極力見えないようにできます。サイドピラーさえ外せば誰でもできるので、隙間を探してケーブルをひたすら隠してください。そこまでできたらエンジンオン。そうするとこういう風にモニターが起動します。最近だとエンジンつけたら5秒ぐらいで起動するものもありますが、今回のは多少時間かかりましたね。完全に立ち上がったらこういう画面が出て、これがホーム画面ですね。普通のディスプレイオーディオであれば、スマホを接続していない状態だと本体ではラジオぐらいしか聞けないのですが、今回のものはクラウド SIM を採用していて、初めから本体だけで通信ができるので、スマホにつなげる必要ないです。右上のアプリアイコンを押すと普段よく見るアイコンが出てきます。今回のディスプレイオーディオ、これ何か簡単に表現するなら通信機能付きのディスプレイオーディオです。つまりこれ本体がスマホなので、これまでみたいに車乗るたびにスマホからテザリングで電波飛ばしてディスプレイオーディオ本体でその電波拾ってネットにつなげるという1分ぐらいかかる作業が不要。電源ついたらすぐに使えます。これがほぼスマホなので、スマホと同じようにアプリストアにあるアプリをダウンロードすればそのまま使えるので、例えば Google マップでナビをしたり、 YouTube や Netflix、TikTok でショート動画を見たり、音楽アプリで音楽聴くことできます。スマホでできることがそのまま車内でできる感じ。これまでのディスプレイオーディオでは動画を見ることはできない仕様でしたが、これ自体がスマホのような感じなので、そのまま動画の再生ができます。データ通信ですが、買った時に10ギガ使えるようになってて、それがだんだん減っていくとチャージして使う感じ。ホーム画面に残り何ギガかすぐに見えるようになってます。肝心な通信速度は大阪の昼の時間帯で測ってみたところ、 4G で 14Mbps ですね。同じタイミングで 4G の au 回線で測ってみたら 9.4Mbps だったので、まさかの au 回線より速度は速かったです。ただ言うてどっちも 5G の 100Mbps 超えの速度と比べると普通に遅いんですが、ディスプレイオーディオ本体で動画を見るぐらいであれば、全くもって変なラグとか遅延などなく普通に動画が見れました。こちらがNetflix の画面ですが、ちょっと巻き戻ししてもロード時間が4秒ぐらいで、そこから綺麗に再生できたのでストレスになるほど遅くはないです。 YouTube だとさらに速くて2秒ぐらいで途中再生できました。なので通信速度に関しては大丈夫かなと思います。 au より速かった理由は、今回のディスプレイオーディオの通信にクラウド SIM というのを使ってて、4大通信会社の中から最適な通信会社を選んで通信しているおかげで au よりも速い速度が出たといった感じ。場所によってはドコモより au、ソフトバンクの方
方が速いとかあると思いますが、そういったことを自動的に判断して一番速度が速い通信会社の電波を拾うので、ストレスなく快適に使えます。動画でこのレベルなので、運転中に聴く音楽とかネットラジオや地図アプリもサクサク動きます。本体のタッチパネルの感度ですが、普通のスマホぐらいヌルヌル動きますし、地図の拡大縮小回転などスマホと全く一緒。そしてまさかの画面2分割もできて、例えば左側を Google マップ、右側で YouTube 動画の再生もできます。2分割しててもまさかの同時に操作できたので、運転席と助手席の人で同時に操作することもできますね。文字打つのももちろんフリック入力対応で、このスピードで入力できるし、音声コマンドでも入力できるので、もうスマホと一緒です。じゃあ10ギガのデータ使い切ったらどうなるんですかって思った方多いと思いますが、もし10ギガなくなったら追加で課金してデータ容量を追加する感じ。課金するにはまずホーム画面からクラウド SIM を押して QR コード出てくるので、それをスマホで読み取ってその先のサイトでアカウントを作成して使ってるディスプレイオーディオと紐付けする作業が必要なんですが、名前とか情報を入れていくだけなので誰でもできます。そして一番気になる値段ですが、1ギガ200円、5ギガ650円、10ギガ1100円、30ギガで2500円、あとはその場合の60ギガだと3900円と自分に合ったデータ容量を選べます。僕が au に切り替える前に使ってたドコモ回線を使う格安 SIM のアハモと比べてみると、アハモは月額2970円で30ギガのデータ使えるので、アハモよりも470円安くて、回線も自動的に最適な通信会社を選んで勝手に切り替えてくれるので、アハモより安定して使えて、場所によっては au よりも速度出るので、ネットが遅く動画が固まって再生されないストレスから解放されます。また本体の Wi-Fi を最大8台まで電波を共有できるようになっているので、自分のメイン回線のデータ容量を使わないようにもできます。もちろんこれまでと同じように iPhone や Android スマホをつなげることで使えるようになる車専用アプリのCarPlay や Android Auto も使えます。ただしこの2つのシステムは冒頭でも軽く触れましたが、車専用に作られているため動画などは見れない仕様です。なので動画を再生したいならスマホを接続せずにディスプレイオーディオ本体で再生してあげれば、運転中でも問題なく動画が見れるようになってます。ここで参考までに iPhone と CarPlay の接続方法ですが、こちらのアイコンをタップすると Bluetooth 画面からこれに接続してみたいなのが出るので、 iPhone の設定から Bluetooth まで行って画面に表示されているのと同じのを iPhone で選んであげるとすぐにつながります。画面に表示されているのを iPhone で選ぶだけなので、ガジェットが苦手な方でも説明書なしで直感的に分かるようになってます。これで iPhone とディスプレイオーディオが無線でつながり、CarPlay の画面がモニターに表示されて使えるようになりました。音は Bluetooth があれば車のスピーカーから音出せるし、 Bluetooth 対応してない人は 3.5mm ケーブルをつなげばスピーカーから音を出せます。またどっちもないって方は FM トランスミッター内蔵なので、車のラジオとつなげることでラジオ経由で音を出すこともできます。ただラジオ経由なので音質はラジオみたいな感じなので、そこは仕方ないかなと思います。CarPlay の操作はモニターをこういう風に手で触って操作してもいいし、 iPhone で例えば五反田駅までナビの設定をするとモニター上でも同時にナビが始まります。今回のタイプはダッシュボード上に貼り付けて使うタイプなので、正直手でモニター触って操作してもいいんですけど、取り付ける位置によっては若干遠いとかあるので、 iPhone をリモコン代わりにして全て iPhone で操作するか、 Siri を使ってハンズフリー音声操作も快適にできるようになってますので、声で操作してあげるのが快適かなと思います。例えばアイコン一覧の画面で地図表示してと言えばマップに画面切り替えてくれますし、音楽かけてと言えば音楽アプリの画面を開いてくれます。ディスプレイオーディオは車で使うものなので、やっぱりこのハンズフリーで声で操作できるのがかなり快適ですね。また CarPlay で音楽やナビを使った場合、本体のデータ通信は使わずにお手持ちのスマホのデータ通信使えます。参考までにデータ使用量の目安ですが、どれも1時間で計算してて、音楽聴いた場合は約70メガ、動画の場合は700メガ、Google マップだと10メガ程度なので、動画をずっと見てしまうと早いタイミングで10ギガ使ってしまう可能性高めですが、普段の音楽や地図アプリだとそこまで気にするレベルではないです。ここまで話聞いたらカーナビよりも使い勝手良さそうと思ってもらったかもですが、これはディスプレイオーディオであってカーナビではないためデメリットがあります。それは GPS の届かない地下トンネルなどを走っていると、トンネル入った時に車の自車位置がそこで止まってしまい、 GPS をもう一度拾うまではナビが止まるところですね。Google マップ以外の例えば Yahoo カーナビとかはトンネル入った時の速度である程度推定して車の位置を把握するので誤差は出ますが、ナビを引き続きトンネル内でもしてくれるんですけど、カーナビみたいに車のセンサーを大量に使ってるわけではないので正確性に欠けてしまいます。なので地下トンネルの多い首都高を走ることがある人だとちょっと不便と感じるかもです。ただしディスプレイオーディオがあると基本的に iPhone、スマホに入ってるアプリが全て車のモニター
ターで直感的に操作できて Spotify や Amazon Music、YouTube Music などジャケ写を表示してどれにするか選んだり AI が組んでくれた平成人気曲詰め合わせみたいなプレイリストを聴けたり、僕が最近気に入っているポッドキャスト、これだと普通の FM だとその時間のたまたま放送してるものしか聞けないところを日本語から英語まで様々なネットラジオ番組を選んで聞けるので長距離を運転する時も退屈しないです。また Amazon の Audible という本を朗読してくれるサービスを使えば運転しながら読書もできるので生産性を高めることも可能。これがカーナビになると、今説明した音楽サービスを Bluetooth でスピーカーから流せばほぼ同じことができますが、カーナビだと Bluetooth でスマホの音楽を流している場合、曲の変更やプレイリストの操作をするときは結局スマホ側を触る必要ありますが、ディスプレイオーディオならスマホの画面そのままの操作がモニター上でできます。つまり画面上でタップやスワイプで曲を変えれるので YouTube Music や Spotify の操作も全てこのモニターだけで完結。また Google と Apple の最新の音声認識機能を使ったハンズフリー操作も可能。わざわざスマホを取り出さなくてもスマホをポケットに入れたまま全て車内のモニターで操作できます。これが実際に使ってみて一番便利に感じたポイントですね。地下トンネルをよく走る人だと電波途切れるので使いにくいかもですが、今時ほとんどの人がスマホを車のカーナビ代わりにしているので、そういう人がディスプレイオーディオを買うと車乗るたびにスマホホルダーに固定しなくていいし、真夏に直射日光が当たってスマホが熱暴走してアプリなどがフリーズして使えなくなる心配もゼロ。カープレイボタンを押せばすぐつながってナビや音楽を楽しめるし、今回のポータブルタイプはそもそもこれ本体で通信できるのでスマホすら必要ないので、乗ってる車にディンがない軽トラとか旧車に乗ってる方が取り付けるといくら古い車でも最新のエンタメ機能を楽しめるようになる最新のディスプレイオーディオです。ディンがついてる方はディンに固定するタイプの方が配線完全に見えなくてステアリングのリモコンも使えるようになるタイプもあるので、そっちの方がおすすめです。今回紹介した京葉エンジニアリングの最新のディスプレイオーディオは動画の下にある概要欄に詳しいスペックなど確認できるページを貼り付けておくので、ぜひそちらから詳細を確認してもらえたらなと思います。この動画が参考になったと思った方はチャンネル登録かいいね押してもらえるとモチベーション上がるのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画で最後までご視聴いただきありがとうございました。